皆様こんばんは。燃える火曜日 FESL Tuesday のお時間がやってまいりました。2020年6月16日火曜日、本日で第12回目。司会は私、沖縄県出身 FESL アシスタントディレクターの伊橋茂太が務めさせていただきます。今月も FESL 歴代作品のリバイバル DVD がリリースされます。皆様待望の大作4326です。2000年発表 FESL の4作目として前期 FESL 作品の集大成ともいえる作品4326。前回の放送では少年期にこの4326に多大な影響を受けたというラッパーそしてスケーターのスラック氏をスペシャルゲストにお迎えし、当時のお話を伺いました。前回の放送をまだご覧になってない方はぜひご覧くださいませ。今回は前作東西南北より丸3年の制作期間を費やした4326に実際にご出演されたスケーターの皆様にお話を伺いました。皆様どうぞ最後までご視聴ください。3、2、1。初めて見た時はね、すげえ壮大ですげえ作品だなと思ったね。いやみんな超高まってたと思うよ。やっぱその3本作ってそっから3、4年くらいか空いてるわけじゃん。やっぱ期待も高まってたし、俺が始めた頃ってアメリカが主体でそこに憧れてやってたけど、もう4326の頃はもう日本も世界に全然引け取らないんじゃないのっていう感じで見てましたよ。あれマジで衝撃くらったっすね。変わったって思ったっすわ、時代が。完全にあの人がなんかこう変えちゃったなみたいな雰囲気は感じたっすね。渋谷の180ピックのやつは覚えてるね。確かベネットが来日してモンドレーを入れたよねみたいな。狙って取りに行ったっていうよりかはなんかやってるうちにできたみたいな感じだった気がする。とにかくなんか何でもトリックとかでも何でもビデオを向けた時にやっぱトライしてくれる人、そういう人撮りたかったから、もう自分のカメラの前でトライしてくれる人はもう誰でも撮った。当時もう本当任しちゃってたから、ビデオの撮影はモニターだったらちゃんとやってくれるだろうなって思って、日本で撮影するのはモニターとしか撮らないっていう、プライドもあったし。4326の日比谷のステアは1回撮影行って、そしたらちょうど雨降ってきて、でしかも俺板蹴っちゃってかかとから落ちてできなくなって、でまたその時はまだ多分アメリカから帰ってきてる時期で、俺はやんないで帰る予定だったの、日比谷のステア。もう痛かったし、だけどもう電話かかってくるし、それ行く前に行こうよみたいな。いやでももう足痛いしみたいな。いやいやお前もう行けるでしょみたいになって行ってメイクして、で俺だってもう上がりすぎちゃってガッツポーズしちゃったからカットされてるけどちょこっとは映ってるけど、多分森田愛だ好きじゃない。神戸とかも一緒に行ってんだよ2人で。だから今のイーショとかルイとか秀樹とかあの辺も仲いい。4326の撮影はマジでいい意味地獄でしたね。一日中滑ってた人がみんな9時まで海仕事で、そっから終わったら朝まで滑ってみたいな、また仕事行ってまた夜朝まで滑ってみたいな、永遠にそれを続けてた人がずっとモニター君と遊んで滑った遊んで滑ったやつですね。結構貪欲やったんで、全員が全員みんなこれやるから撮ってくれみたいな感じやったと思うんですよ。自分で見つけてきてスポットもで自分で技もチョイスしてみたいな感じで。東西南北の時はこのステアをオーリーで飛ぶだけだったんですけど、次はただいつもの滑りでそれを飛んで流して、あそこの公園を全部滑り切るっていうラインを確か取ったような気がする。あれ取る方も多分大変だったと思います。あれ飛んだまんまのスピードでずっと行ってますよね。であっこ微妙に坂なんですよ、公園って。スピードが落ちにくいんで、あれめっちゃ取ったんですよ。最後の最後のダブルのステアのフリップが決まらず、もうあれめっちゃ長かったよね。いいのは取れたと思うけど、あれ15ダブルあるステアじゃないですか。あれも同じ公園にあるんですよ。あっちの方が高さがあってランディングの道が悪いんで、あっちの方がちょっと難しいんですよね。めっちゃ気持ちいいよね。あれだけ飛べれば満足な感じですよ、その頃。
FESN で行くツアーっていうのは大体俺が運転して俺が場所も決めてで泊まるところも俺が決めてとかなのね。ツアーって例えば1週間びっちり毎日スケートしなくちゃいけないからとにかくやっぱ体力のある人とかあとやっぱり滑れる人をやっぱり誘う。素直に話が合うやつかな。なんか一緒にいて楽しいやつっていうのは自然とそうなるよねやっぱり。だからトールとリーはやっぱりそこは同い年だしあとやっぱり趣味嗜好も近かったからよく一緒にツアー行ったよね。撮影中は高知広島九州って行ったんだけどさ福岡長崎熊本とかそれも一緒に行ったりしてツアー相当行ったよ。だからその1回のツアーが福島仙台青森秋田山形とかを車でバーって行って。そのいわきの時も結局デモとかあったんだけどさなんかあっちの方ですなんか10枚積んでるぞみたいなあの頃は結構特にオーリーを求められてたんだよなそのオーリーチャンピオンみたいになってしまったから。ミッドとかはもう本当ツアー要員っていうかまあミッドは本当どこ行ってもやってくれるからどこでもちゃんと滑ってくれるしあと別に俺が撮ろうよとか言わなくても滑ってくれるしあとミッドは写真も撮れるしもうとにかくツアーにはもう本当一人で2倍3倍の仕事してくれる人って感じで。あの時なんかさ森田が他の人たちに絶対運転させなくてただすげえ疲れててあいつじゃあ森ちゃん運転するよっつっていや大丈夫っていやもう森ちゃん疲れてるからいいよ俺運転するよっつってじゃあお願いしますっつってで運転しててさこうカーブのところでさでさーっつってたらまっすぐ行っちゃってカーブをドカーンっつって運転変わって5分もしないであいつ対向車に突っ込みやがってシャンみたいな雑誌に出てるよそれ。まあでも運よくさリーのそのスポンサーのクリームってところの社長のさ松川さんって人がさ車貸してくれてワンボックスのでけえ車貸してくれたんだよ。もう俺らの車が終わっちゃったから結局松川さんがすげえでけえハイエース貸してくれたおかげで俺らのツアーは結構いい旅になったけどね。まあ結果オーライっていうか。新宿で滑ってたらたまたまスケートの撮影クルーがいて近づいていったら森田貴弘でたまたま俺が狙ってたスポットだったのかなあれがあれちょっとやりますみたいな感じであれ多分ね2月とかなんだよね。であれ上半身裸だし沖縄から出てきてこう東京もんには舐められたくないみたいなちょっと気合を見せてみたみたいなところもあるんだよ。みんなだから森田貴弘以外は知り合いじゃねえし東京の人ってちょっとねみんな冷たいんじゃないかなっていうのがあったんだけどメイクしたらもうみんなでやっぱ一緒に喜んでくれたから、俺はもう本当にあんまり人とコミュニケーション取れる方じゃないからでも喋りとかほぼなしにそのスケートだけでやっぱりそこまでみんなで喜び合えたっていうのもそれは嬉しかったね。初めて宮城剛って存在を知ったのも4326の時期だったし明らかに毛並みの違うやつって感じだったしまあ東京で浮いてる存在っていうかもう絶対こいつ東京のやつじゃねえよなっていう感じもあったしでもなんか滑りにすごいこだわりがにじみ出てて例えば本当50-50-1個やるにしてももうこだわってるやつの動きだよ。とにかくこだわりのちゃんとメイクのイメージを持ったスケーターの滑り方してたの。俺もそういうスケーターだしただできりゃいいななんて思ってないの。だから宮城剛にはすごいシンパシー感じてたの。あとあいつすげえ積極的だったしねその情熱がすごいあったからな。沖縄撮影お願いしますみたいなすごい言われたけどお前しか知らねえし沖縄に俺が実際に撮りたいスケーターがいるかどうかも分かんねえって思ってたしその代わりでもあいつが全部撮ってきてくれたね。絶対次の作品もし FSN が作る時には沖縄も撮ってほしいなっていう気持ちがあってもうとりあえずサイとラッキーと浅野も分かったしでまあそうしてるうちにその誠ってやつがだんだんとその頭角を現してきて本当に436自分がその沖縄のスケート撮影してる途中からなんかいきなりねハンドレールとか突っ込み始めて本当になんか急成長したんだよね。ああこれもう全国的に見ても絶対やばいことしてるでしょうっていう感じだったからこれはもう俺が撮らなかったら世に出ることはないなっていうのを感じて自分が滑ってる場合じゃないなって思ってで途中からもう誠を撮るのに集中していったっていう感じだね。
やっぱり森田はこう中野拠点にもうストリートなんだけど、その森田がパークで滑る俺たちにフォーカスをしてくれるというところで、俺とその小沢正道とでとにかくその狙った獲物を仕留めるじゃないけど、やるかやられるか、これで乗れないで今日あれしたらもう俺はスケートと付き合っていけないんじゃないかなっていうぐらいの、そのぐらいなんか本気だった。その後静岡の伊豆の方に行っちゃってさ、でスケートもそんなにやんなくてっていう時に森田から連絡が来て、ビデオができたから見に来てくれよって言われて、中野サンプラザでやるからっつって、俺断ってたの。いいよっつって、そしたらハガキが届いて、もうゴーに見てもらいたいから絶対に来てほしいってメッセージが書いてて、そしたらまた電話かかってきてさ、結局3回ぐらいかけてくれたのかな。もう本当に来てほしいって頼むから来てくれって。で実際行って4326で覚えてるのは試写会かな。映画館でスケートビデオの試写会やったのって多分当時まだ珍しかったんじゃない？いやもうそもそもスケボーのビデオの試写会ってなんだよって話なの。マジでここなのっていうぐらい、なんつうの、でかいとこだったからさ、度肝を抜かれたって感じだったね。で試写会は上原誠も一緒に連れて行ってめっちゃ喜んでたね。沖縄パート、誠のパート、試写会でもう本当に会場どよめいてたから気持ちよかったね、やっぱね、あれ見たら。このやっぱ作品の一部になったことで、やっと沖縄のスケートシーンが日本のスケートシーンの一部になったんだなっていう実感はあったね。結構劇場で見た時にほんま最初から最後までサムネイルずっと出てたっすね。なんかこう全部意味がつながってるっていうか、ちゃんとこうストーリーが出来上がってる作品やったんで、結構食らったっすね、あれは。で見てて1時間ぐらいあるじゃん。だから途中でさ、ダグとかとさ、もしかして出てなくねみたいな、ですか出たんじゃんぐらいのことをちょっとコソコソ話でさ話しててさ、で見てたら最後にさ、あんなじゃん、それでもう自分の心に嘘ついてたって思って、ああいうことがこれやりたいんだ、スケートボードがやりたいって、常にスケートボードで本気で向かい合ってやっていきたいんだって、もう4326で思わせてくれたんだよね。あの4326がなかったらこうやってここにいなかったかもしれない。モニターの映像でその時頑張ってたことをもう一回確認できて、自分のやりたいのはやっぱりスケートボードで生きてきてんだなって。特に最後のゴーちゃんとかのパートもそうだし、その場のそのセッションの雰囲気っていうかさ、そういう喜怒哀楽みたいなのがすごい表現されてて、ちょっとスケートやってるやつなら絶対分かるようなそういう共感、ただ練習して上手くなるだけじゃなくて、その場のノリで高め合って出てきた記録みたいなのをすごい収められてるから、持ってき方が本当映画みたいで、で最後さ、今までのその流れてきた映像が巻き戻って最後キュッてなってさ、でブルーハーブのさ時代が変わるが流れんじゃん。あそこになった時マジで鳥肌が立つね。日本のスケート界のすごい財産だね、だと思うね、あの作品は。いかがでしたでしょうか。 FESA の前期の集大成の対策である4326、初めて行った試写会は多くのメディアに取り上げられ、音楽シーンにまでその名を轟かし、スケートビデオという一つのジャンルを確立させた4326。来たる6月26日金曜日には豪華20分超えのボーナス映像が入ったリバイバル DVD が全国のスケートショップ FESN のネットショップにて発売です。この度もご協賛企業各社の皆様、そして個人でご協賛いただいた皆様、ご支援いただきまして誠にありがとうございました。引き続き5作目ザ・ブートレッカーズ以降の作品への協賛を募集しております。個人の皆様方のご協賛額は DVD1 作品につき税込み1万円です。ご協賛いただいた DVD ブックレットの裏表紙にスペシャルサンクスとしてお名前を掲載させていただきます。あなたの思い入れのある作品にぜひお名前を刻んでみてはいかがでしょうか。監督の直筆の感謝状とともに DVD を発送いたします。ご協賛は FESN のネットショップにて受け付けております。この動画の説明欄にもリンクを貼っておりますので、ぜひ皆様のお力添えをどうぞよろしくお願いいたします。次回の放送は来月7月7日火曜日です。どうぞお楽しみに。今回もご視聴ありがとうございました。